おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、後ろに見えておりますこちらの作品の制作をお届けしようと思います。ローマですね、サンピエトロ寺院というところをですね、ローマカトリックの総本山を描いた作品となっております。今のこういうご時世ですので、ちょっと平和の願いを込めてということで、こちらの動画しっかりと最後の方ですね、完成に向けて、細かく描いているところというところをなるべく長く見せておりますので、こういう風な書き込みをしているんだぞということを勉強していただければと思います。楽しんで見てみてください。本格版です。どうぞ。それでは解説をしていきます。すみません、いきなりですけども、マスキングテープで、切って白味という下地の上に、こういう風に切っておいた上に絵の具を早速乗せていってます。でですね、細かく解説した動画はこちらのフィレンツェの方を見ていただけると、これはローマですね。ローマのですけども、フィレンツェ45分ありますけども、そちらの方である程度しっかりとやっています。そして白味の作り方であるとか、足自体の作り方も全てお見せしておりますので、今回はちょっとなるべくカットできる部分に関してはカットしていこうと思いますし、早送りもちょっと使わせていただきます。ご了承ください。今叩き筆というので叩いていっています。毛がちょっと抜けやすかったりするんですけども、何回かこう使ってまた筆洗って使ってしていったりすると毛がちょっと落ち着いてきたりもしますのでですね。で、左から光が来てますよということだけはちゃんと分かりながら絵の具を置いていってます。ちゃんとですね。で、絵の具を置いて、まずこう白に近い色からまず置いていくというか。で、ちょっとずつ混色をしていって。だから筆とかも何種類も何種類も持ってますよ。ちょっとこう、黄土色みたいに茶色を混ぜましたよね。という感じとかですね。ということで、壁がどんどん色が増えていくと。で、僕のやり方ですよ。本当に僕が開発したじゃないけども、ほとんどやってる人いないと思うんで、私がこういう風にやっていったら、建物を作るような感覚じゃないですけども、あるプロセスをある程度踏んでいくという。こういう単純作業って意外と僕はできるんですよね。なんかね、変わってますよね。なんかこう、無になれるような仕事は案外できたり好きだったりするんで、切り抜いたりですね、下書き書いたりとか、そういうことは意外と集中してできるんですけど、やっぱこうなんかですね、特性なんでしょうね。こう私はそういうのができるという。で、一層目、まず壁とかっていうところの、なるべく明るいところを塗っていきましたということでございます。そしてまたこう叩き筆とかで、筆先はこう、しっかり拭いてですね、もう本当に技術的なこともこれで、学生さんに本当はコロナ禍でね、見せれなかったものも一応はこう面目は約定できたかなというかですね、直接本当は見せたい。もうこれで2回これ同じようなことします。要は1層目やったらなかなかこうなんていうか、そのものの色にビタッといかないので、なんて言うんかなこういうの英語訳難しいですよね。2層塗ってあげた方がやっぱり手堅くその色に近くなったり、書き残しみたいなところも減りますので、このようにだいたい2層塗って絵の具はしっかり厚く塗っておきます。硬質なやっぱ壁みたいな印象で塗っていきますよね。で、もちろんこれも叩きますよね。完全に乾燥後インプリマトゥーラマスキングテープを剥がして、こういうところだけでも音声入れといても面白いでしょうけどね。ベリ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 とかっていう音がね、入って、今度はこのAS なんですけ MR ですけなんかリクエストとかあったらお待ちしてます。当分先になると思うんですけども、なんかこういうのやってほしいとか、ああいうのやってほしいとかあったら遠慮なく言ってください。で、本当にこれでもある程度技術的なことは、ある時一回言われたんですよ。学生から技術的なことを教えてほしいって。じゃあもう全部見せてやろうかぐらいの。僕、やっぱりその極端な思考もやっぱりね、私の特性ですよね。最近ちょっとちょいちょい出てきてる発達障害というやつですね。ある程度高齢者の方って難しくて、なんか小木曽先生って障害者なのとかって思うかもしれないですけど、例えばある発達障害でもいろいろあるんですけども、ADHD っていう多動性、衝動性症みたいな、要はすごくこういろんなことを、僕もこれは自分でもよく自覚してるんですけども、頭の中にいろんなことが常に渦巻いている状態なんですよ。でそれ ADHD っていう人の特性なんですけども、それ公言されてる芸能人とか有名人とかも結構いて、例えば本当にこうレオナルドなんかもそういう傾向があるってされてますよね。
ダヴィンチですねとかね。で結構そういうのは例えば今でいうですね、今有名なテスラモータース、今世界一の億万長者じゃないかな、イーロン・マスクっていうテスラモータースの方テレビ番組で僕そうですよみたいな感じで言うたんですよ。だからこうものすごくこう失言も多いけどもものすごく発想力が豊かで、要は脳みその中が常にぐるん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 とうごめいている状態なんですよ、 ADHD の。私もそうなんですけど、だから話が飛ぶでしょもううっすら気づいてたと思うんですけど、話が飛ぶんですよ。もうどんどん頭の中にちょっとでもで、例えば LD っていう障害の中でも学習障害っていうのもあるんですね。学習障害で、私の場合は、読み書きっていうか音読ができなかったんですね。で多分これは発達障害による要は頭の中にいろんなものが渦巻いてるから、一文章読みながらその文章の言葉が頭の中に入ってきて違うことを考えてしまって、音読をするとなんか小木曽くん泣いてるみたい。今日全然すいません、絵の話しませんよ。本格的に見たかったらあちら見てくださいね。でもこういう仕事が僕は苦じゃないっていうのもおそらく、全て見せますなんですよねでこういう2回目のマスキング、要はでそういう ADHD 傾向の人ってマルチタスクが苦手って書いてあること多いんですけどもでマルチタスクって要はいろんな仕事を同時にやるのが苦手っていうことなんですけど、僕はこう頭の中で完結一個一個しているのでマルチタスクになってないんですね。今回これは2層目やろうとか、これは3層目やらんといかんなとか、だから逆に僕はマルチタスクができるっていうのはできるんですよね。で注意欠陥ということでよく遅刻をする。屋根の部分次は やりますとマスキングをしました。マスキングテープを切ってる作業はもうカットしました。でなんかね面白いですよね。なんか僕は遅刻とかしないっていうのはもともと子供の頃はよう遅刻してて学校の先生に怒られた記憶はあるんですけど、遅刻したりなんかしたら迷惑かかるんやっていうので自分なりに相当それは努力してきたんですよ。だからなんかこう今だとスマホのなんかこうリマインダー機能的に手帳とかですねに書いておいていついつになったらビビリッとなるように設定してたりするんですよ。そうすると大体もうメモとか取ればそういうの大丈夫ですよということ書いてあったりするんですね。だからそういうこう学習障害の中にはその ADHD っていうのと ASD っていうのがあるんですけど、自閉症スペクトラムって私はそっちの方も実は診断を受けてるんですけども、どっちかというと対人関係が苦手で人の心を読めないということで、いう部分とかもいっぱいあるんですけど、いろんなねで全部が当てはまるわけでもないし、一部当てはまるということもあるんですけども、僕よくこう今叩いてみて、試しで叩きましたね。よくこうコメントとかでイラッとしたりするって、そういうこう衝動的な ADHD の部分もあれば皆様を怒らしたっていうことも多々あったと思うんですね。ごめんなさい、本当に悪気なくていらんこと言うところがあるんですよね。だからもう本当にそれは ADHD とか自閉症とかのせいにしたくはないんで、こういう動画をやりながら皆さんとコミュニケーションを取りながら、頑張ってこう自分も直していかんといかんなっていう楽天の三木谷さんなんかもそうかなっていうふうにね、自分で公言されてるのかな。ニトリの社長さんも昔のことを回顧録での中ではっていうそういうことが書いてあって、多分もちろんそういうのを書くってことはその人の許可を得てはるんでしょうから、本を読んでですね、僕はなんて本やったかな、読んで、もうこれすごく面白かったですけどね、発達障害という才能という岩波明さんの本ですね、その中からの言葉をいろいろ引用しているんですけども、なんかこうピカソなんか間違いなくそうですよね。いろんなことがボンボン浮かぶからボンボン浮かんできてね、やっていってで典型的なんで、よく噂っていうかあれですよね、愛人同士を自分の目の前で喧嘩させて笑っていたみたいな逸話があるんですよでこれ結構自閉症スペクトラム系の多分方やろうなっていう、 ADHD のこの多動みたいなのももちろんあるんですけどもそんなこと絶対できないじゃん。僕でもできないで、さすがにねさすがに性格の悪い私でもできないなと。
で、なんか障害とかって言うんですけども、大体5%、3から5%ぐらいは大人であるんちゃうかというふうに言われていて、簡単に言ってしまえば脳の障害とか脳のなんか一般のあれではないっていう。で、別にそれで僕は不幸やと思ったことなんか一回もないし、逆に良かったなって思っているぐらいなんで、こんなふうに公言もしているわけで、いいところも悪いところも絶対あるわけですよね。だから何かが結出して突出してしまったら、何かがやっぱりこう欠落してしまうという。で、欠落してしまう部分が結構こう日常の中で害になるから障害という風になっているんですけど、何か害を与えるから障害というわけではないんですよね。だからちょっとそういうことの最近研究ばっかりっていうか、そういう本読んだりとか勉強ばっかりしてるんですけど、だからこうどうしても話が出てしまうんですね。だからこんな仕事きつくないんですかって言われても、僕にとっては逆にもうルーチンワークで20年以上やってるからですね、何の苦もないんですよ。1ミリも苦がないんですよ。初めの頃は開発してできるかなとかいろいろその時は苦労はあったんですよ。でもなんかこうやってだいたいこれぐらいの調合でとかってなってきたら、今度はもうルーチンワークに変わってきて、でルーチンワークが嫌いっていうのも書いてあるけども、別に苦じゃない部分もある。例えば大学なんかで報告書とかものすごい細かい字で書いてあるの、あれ読めないです。もうなんかすごいです。アリンゴいっぱい歩いとんなぐらいにしか見えないんですね。なんかその辺の差がすごく大きく出てしまう、脳の障害によって出てしまうというのが、いわゆる発達障害というふうに捉えたらいいのかなと。私は専門家ではないので間違えてたらすみません。ごめんなさいね。だからそういう視聴者の2万人いたらおそらく600人近くはその毛があるだろうと推測してお話をしております。3% なそうですよね。だから皆さんのそれぞれの得意なとことか、それはそういう障害関係なくですよ。今これニードルで引っかいていってます。屋根のとこはニードルで引っかいたりしますよっていうこともお見せしてます。そこに絵の具をすり込んでまた削り出すということをするんですよ。ね、絵の具をまた塗って削ってあれすると。でやっぱり美術史とか見てると、例えばカラバッジョなんかもそうですよね。絶対に人を殺すまでの衝動性を持っていて、それがなんか外側に放出されるタイプの人間もいれば、例えば空気読めないわけじゃないですか。マリア様をすごい写実的に描きたいから、マリア様その辺の川で遺体拾ってきて教会に入れたみたいな話とか、空気読めないですよね。私と同じですよね。空気読めないぞっていうことで。で僕なんかもライブ配信なんかは逆にマルチタスク、頭の中の、考えていることをただ放出していたというだけで、マルチタスクではないんですけど、あれは多分一般の普通の定型発達の方からするとすごくへんてこりんな話じゃないですか。どうなんですか。あんな絵を描きながら喋りながら質問に答えながら絵を描くという謎の1時間半ぐらいで大体やってしまうということもやっぱね、でそれは特殊能力として僕はなんかもうラッキーと思ってるんで、人に迷惑かけんようにだけせんといかんなというふうに思っているんですけども、ちょっとそういうところでなんか美術とか芸術っていうのも見ていくと面白いし、どっちかというとそういう突破力みたいな、失敗を恐れないみたいなところっていうのは芸術とか美術においてとか、これからの時代ってそういうのがめちゃくちゃ大事になってくるんですよね。間違いなく。だってもうなんかAI がどうやからこれ型で削っててます。人が大体もういらんようになるんちゃうかラッキーと思うのかね、仕事なくなってまうでみたいな感じに思うのか、やっぱ発想力とか想像力とか、あと突破力とか行動力とか、こういうのっていうのはADHD 系の人ってあんまり気にせずやってしまうんです。私なんかね。だから妻にはいつも、妻はね面白がってますね。多分嬉しいこと言ってくれて、もう私はもうあなたファンだから好きにやりっていうことをよく言ってくれると、いやいい素晴らしいですね。今泣きそうになってますけども、今カッターの刃でかなり実は平滑にしてます。たまに展覧会見に来てもろた人に触ってみていいですよとかって言うんですね。そうするとツルツルなんですよ。わ、こんなツルツルなんですかとか。でもしっかり絵の具を乗せた後に削ってるから、絵の具の層ができていて複雑なマティエールになってるわけですね。でマスキングテープを貼るときはこういう風に縦にしてみたりとかね。だから本当に現状打破する力みたいなものも
もう空気読めないし、失敗なんか怖がらないから、本当に子供の頃ちょろちょろ話したことある話で、ですね、グリコ森永藩を探しにチャリンコで小学校2年生の少年は走り回っていたなんて、もうまさにそういう系の人間の行動であるとか、骨折も人生で3回してるかなとかですね、そういうところもあるし、京都まで大阪からチャリンコで行くぞって言った小学校2年生か1年生の時であるとか、牛乳の話したことあるかもしれないですけど、なんか早飲みダメですよ、皆さんこれはダメですよ、今から35年以上前の話ですね。40年か6歳やからね。牛乳の一気飲みが流行ってたんですね。これカットで切るとこちょっとぐらい見せとこうと思って一応やりました。牛乳の早飲みが流行っていて、なんか残した子とかの分もバーっと飲んで、3秒で飲んだとかなんとかとか言ってたんですけども、それで2本飲んで3本飲んだぐらいで自分の教室の余ってる牛乳がなくなったんで、隣の持ってきてって言って、結局僕7本半飲んだんですよ。小学校1年2年生とかの時に7本半ですよ。 200ml を7本半っていうことは 1.5 リットル、要はペットボトルでいう大きい大のペットボトル 1.5 リットルペットボトルを小学1年生か2年生が牛乳を一気に飲むって、もう完全にねぶっ飛んでますよね。でももう楽しいってしゃあないし、みんなゲラゲラ笑うからやったらやってるみたいな感じだったんですけど、結局すぐお腹壊してお母さんに迎えに来てもらうということとかね。そういうだから皆さんもね、周りに変わった人いるなと思ったら、ちょっとそういう目で見てみると愛おしくなってきますよ。私愛おしくないですけどね、迷惑しかかけないので、ちょっと最後本当にマスキングテープの細かい、ところをやってって、ちょっとずつ微妙なこんな感じの今光って見えてますけどもちょっとわざと光らしておきました。こんなとこマスキングテープやって、本当最後なんかちょっとだけマスキングテープをやっていますという、こういう描き方もないから、やってないから、だからみんながやってるからやろうっていう考え方が持てないんですね。やってんやったら僕やる必要ないわって思ってしまう。なんか変ですよね変ですよね。そういう風な、すごいあと極端な物事の考え方するっていうのもあるんですね。白黒思想というか、だからこれはちゃうんちゃうと思ったらもう違うとその時は断言するんですけど、またコロコロコロと変わってしまうみたいなね、変な人ですよね。面白いですね。でトン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 と叩いていきます。日野の2トンですかね。トントントンと叩いて、なんかテレビ見てるな、なんやろな、わかりませんけどもラジオのようにずっとなんかつけてます。その時に興味があるものですね。何もなかったドラマ見てますよね。半沢直樹というドラマを皆さん見られたことありますか？香川照之さんが扮する人。ね、あの人たまにうわーって激高したりするじゃないですか。僕あれはなんか自閉症スペクトラム系かなと、診断をしたら診断されるタイプなんじゃないかなと思ってるんですね。日常にあんだけ怖い人あんまいないですもんね。なんかね、だからでもそういうのを排除していくというより、こういう人もいるんやなっていう風な見方すると、テレビとか一つでも結構面白く見えてきたりすると僕は思っているんですよね。なんかすごい犯罪を犯したりすると、うわもうあの人も怖いってなるかもしれませんけど、なんかどこか違う視点をそして描くという作業をしていきますね。視点を持ってみるとすごく面白い。そのマイノリティって呼ばれる、少数派のことなんですね。マイノリティ、という視点、私の場合はその発達障害という部分ですけど、そちらの視点から物事を見てあげると、多数派が正しいとも思えないことが山ほどあるということもあったり、世の中の日常においてですねなんていうかな、例えばなんだろうな、事件とかの被害者、それに対して加害者の家族とかで、なんかそういう目線で見てみたら、たまたま外録チャンネルっていうので、和歌山のカレー事件のやつをちょっと見ていたら、その息子さんが結構最近、顔隠してなんですけど、メディアとか出てて、うわすごいなと思ってですね、時間ある方は見られてみてください。なんかいろんな視点が変わってくる。なんかそういうのって美術とか芸術ってすごくあって、たまに僕の、YouTube でコメントあったりするコメントでこういう美術わかりませんとかっていう風に、もうすごいシャットダウンするところあって、僕は芸術とか美術に関してあんまシャットダウンすることないんですけども、
理解した方が面白いのでですね、なんかそういう目線でその時代やら何やらを見ていったりしたり、例えばそのね、アンリ・ルソーとかね、セザンヌもちょっとそういうとこありますよね。自分がうまいと思っていた系があったりするじゃないですか。どう見ても僕から見ると下手なんで、ごめんなさいねうまいとは思え、うまい下手という基準値ですよ。でもその基準値じゃなくなってきてるわけですよね。20世紀21世紀の美術になってくると。そうじゃない、いないという基準値とか、新しいという基準値とか、ね、面白いっていう基準値かもしれませんし、そういうものが加わってきて、要は印象派以降っていうのはそういう基準値が加わってきて、発明的な部分であるとか、でそういう基準値が加わってきたということが、やっぱりこう面白さをより増して、で芸術っていうのはそれをね、先んじてやっているわけですよね。今空のところをこれスカンブルって言いますよね。やっぱ白っぽく奥の方もやをかけるようにしていきましたね。そして叩きながら、普通の人多分こんな何もカンペも見ずにベラベラ喋れないでしょ。そして絵も解説同時にするというね。でこういうふうに空気遠近法的にちょっと奥の方で、やっぱりこのサンピエトロ寺院にはですね、バチカン四国のサンピエトロ寺院にはやはりミケランジェロの天地創造、皆さん知ってますか？天地創造っていう絵もありますしね、もういろんなもう素晴らしい、ラファエロのアテナイの学童っていう作品なんかっていうのもありますよね。アテネの学童ですけども、私の YouTube とかいっぱい見ていただいたらその辺もよく勉強になると思いますので、そういう西洋美術の本当にルネサンス以後のスタート的な部分っていうのが作品群ももちろんありますので、こういう作品を描いていってるわけですね。僕はイタリア人でもローマ人でもないからなんでこんなもんやってんねって話かもしれませんけども、やっぱり自分がこういう美術を学んでいるとこういうことに興味を持って、こういうことが気になって、だからここを描きたくなってということなんですよ。だからコンセプトがあるのかちょっとないのかもしれないけど、そこに対する敬意を払うというようなことが僕の中では一つのコンセプトになっているのかもしれないんですね。その大きな潮流の流れの中に、入れさせてもうてすみません、勝手に端っこの方でやらせてもらいますけども申し訳ございませんみたいな感じかもしれませんけども、だからこういう作品を描いたりですねしているわけですよね。でね、このカトリックでちょっとディティールとかもこれからもうちょっとピントがあったり、アップにしたりとか見せていきます。最後の段階というのはそういう感じでお見せしていきます。ちょっと大きめの筆とかで、こういう風にこの辺の森とかですね描いたり、これグレーズしてます。グレーズというて、これもちょっとピントが甘かった、すみませんね。もう一人でおじさんやっとるんですよね。カメラマンがいたらカメラのレンズ覗きながらできますけどね。でグレーズというてちょっと透明層みたいなのをかけていきながら、技術的なことはもうほぼこのねお見せしてきたのででなんか絵画の自分なりのコンセプト的な部分っていうのもあんまなかったりするんですけど、やっぱりそれに対するリスペクトというのはずっとあり続けますよね。だからそこがこれグレーズをしていってますけども、自分の中ではずっとあり続けるから、なんて言うんですか、オマージュですよね。オマージュなんかパクリではなくオマージュですっていうことですね。こんな作品書いてる人いないんですけども、やっぱりかっこいいな、レオナルドかっこいいなとか、ミケランジェロかっこいいなとかですね、そんなことを思いながら書いているんですね。でグレーズをしていってます。影の部分はグレーズというのをしたりとか、そして細かいディティールをこのようにネチ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 と書いていってます。プーとなりましたね。子供がなんかの椅子に座りましたね。ネチ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 とやっぱり下地が残ってる部分ってあります。僕の作品ほんと細かく見ていただくと面白いと思いますよ。下地とか残っている部分があって、ここ下地残ってるやんって、わざとというかもう疲れて違う絵描こうかなっていう、多動が発動したという感じかもしれませんよね。もう飽きてきたっていうところかもしれませんよね。なんかこだわりが強いっていうのもなんかあったりしますしね、面白いんですよ。だから人間ってその歴史を変えてきた人の突飛な行動とか見ていると、もちろんスティーブ・ジョブズの有名な話ですよね。汚い格好して本当面接とか行ってたらしいですよ。就職の面接、ロン毛で汚い格好して風呂入ってなくて、社長の椅子かなんかにボーンと座って俺採用してみろやみたいなこと言ったらしいですよ。
日本の企業だと絶対採用しないじゃないですか。日本って企業はどうしてもこう飛び出る人を叩こう的な、あの人違うわっていう感じかもしれませんけど、海外意外とそういうところ寛容だったり、なんか面白いねとか、結局は自分が作った会社、ね、を辞職やめてくれって言われたりするというね、そんなことありますか？なかなかないですよね、若くしてですね。でもやっぱ戻ってきてくれみたいな。でももうそこで喧嘩ばっかするからまたどっかで出てくれとかね。面白いですよね。それ外にいると面白いけど、でも周りにいて、それが面白いと思えたら、ね、この人の得意なとこここやろなとかって、この人こんな発想突然しやるんやろなとか、で、そういうスティーブ・ジョブズなんかやっぱね、メトロポリタンモアっていうメトロポリタンミュージアムとかによく行ってたというのも有名な話やったりしますし、今こうアメリカ、海外とかの大きな企業とかっていうのはやっぱ芸術に対する、日本は全然というかね、もう一部の企業の社長さんとか僕の絵とか持ってくださってありがとうございます。でも文化振興策としては全くもう何もない。で、ただ日本人って世界一美術館に行く民族ではあるんですけど、購入するとかっていうことは一番ね、あれなんですよね。やめときますね。愚痴が始まりそうなので。やっぱり海外の人って例えばエントランスとかにドーンと現代美術を置いてたりとかして、やっぱ新しい思想発想みたいなのとかっていうのを取り入れてきますよっていう思想であったり、そこでパッと見て少し考えたり、歴史を考えてみたりとかっていう導入口に本物を置いていくという思想があるわけですよね。そういう発達障害みたいな人っていうのは実は歴史的な部分を変えてきたということを少し、最後にこれを皆様に知っていただきたくて今回この動画を作りましたおそらくミケランジェロもそういう傾向あるやろうなと、あんなでかい天地創造ほぼ一人で作ったみたいなとこあるんですけど、僕もちょっと自分のことをよく言うつもりもちろんないんですけど、人にあんまり任せれないんですよね。で、ミケランジェロもいっぱいお弟子さんつけてやってたけど、結局自分でもう、あかんもう俺やるわって、僕の学生とか知ってると思うんですけど、僕やってしまうんですよね。だからそういうのが、人がやっぱりこう、なんかいるっていうことを知って、世の中見ていく日本人が増えていかないと、僕はなんかこうどんどんこうみんな平等、みんな同じになっていってしまって、それってすごく怖いなと思うし、競争力ももちろんなくなっていくし、新しいものが入ってきた瞬間っていうのはみんな毛嫌いするんですけど、それに時間が経つと慣れるじゃないですか。日常のものとかに一つにしても。初めはなんか、コンピューターなんかも使わない、もう手書きでやるわって言ってた人も、YouTube 見てるってことは、パソコンかスマホぐらい使えるということですもんね。でも何年か前はそんなこと言ってた人いるでしょ。なんか SNS なんか怖くてやらないわって言ってた人もなんかやってたりする人が多かったりしませんか？からそういうのっていうのも、それを人間に置き換えて考えてみたりすると、5% か 3% かもしれませんけども、100人いたら3人、1000人いたら30人いるちょっと変わった人を観察して面白がってみるっていう風な見方をしていったりすると面白いし、それが美術史の中に実はすっごいいる。美術だけじゃ芸術ってすごくやっぱりいるんですね。個人作業がある程度できるからっていうことで、いるということをしっかりと皆さんにお伝えしたくて、そんな話をダラダラさせていただきました。この絵の全てではないけど、こんなことが苦痛じゃないおじさんはなぜ苦痛じゃないかよく聞かれるんですね。こんな仕事しんどくないんですかとか、何時間かかるんですか、いろいろ聞かれますけど、実はそういうことなんですよということが最後のからくりとなっておりました。ということで皆さん頑張ってくださいね。またいつかお会いできる日を楽しみにしております。それではさようなら。
ご視聴ありがとうございました。雑談も多かったかと思いますけども、いかがだったでしょうか。まあ本当にこう油絵の具の持っている特性ですね、をある程度最大限に生かしつつも、写真ではない絵の具の物質感というものとか、手による仕事の何か不確かさみたいなものが画面に定着できればと思って、描きました。皆さんもこれからも、ずっとですね、創作活動頑張って、続けていっていただければと思います。頑張ってください。いつか皆様にお会いできる日を楽しみにしてます。それではまた。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。